高橋ファルコンズの千秋です。安藤です。今日は近鉄急行は津市内で止まりすぎっていう話をしていきたいんやけど、今回名古屋線っていう、三重県松阪市の、伊勢中川駅から愛知県名古屋市中村区の近鉄名古屋駅までを結ぶ近畿日本鉄道、いわゆる近鉄の鉄道路線の話をしていきたいんやけど、名古屋線ってもともと特急、急行、準急、普通の4種類の列車種別があって、で、今回は特に急行の話で、2018年の3月17日のダイヤ変更によって、南ヶ丘駅っていう駅と桃園駅が停車駅に追加されて、江戸橋駅から伊勢中川駅間で各駅に停車するようになったんさな。南ヶ丘も桃園も津市内の駅やな。そう。これめっちゃ今日ローカルな話をしていくんやけど、もともとその江戸橋から伊勢中川っていう駅が、江戸橋、津新町、久井、伊勢中川の5駅やったんやけど、急行がね。そう、急行が。南ヶ丘と桃園が追加することで、江戸橋、津新町、南ヶ丘、久井、桃園、伊勢中川っていう7駅が各駅みたいな形で、急行なのに止まることになった。もうだから、急行とは名ばかりの各駅停車やんな。そうそう。なんで南ヶ丘とか、桃園が増えたかっていうのは、もともと普通列車の、利用者が少なくて、南ヶ丘とか桃園は。もうそんなだったらもう普通列車をもう撤廃して、急行を走らそうっていう近鉄の方針でそういう形になったんやけど、特にその桃園なんて1日の利用者数が500人前後の駅なんすな。だから普通やったら絶対急行で止まるレベルの駅じゃないよ。このってあれやけど。ただ、その中で桃園だけその急行から外したら、その桃園だけのために普通列車を走らさなあかんっていう理由から、しょうがないから桃園も急行に入れるかっていう形で、桃園も急行に昇格したと。普通電車がなくなったんやんな。そう。江戸橋から伊勢中川まで普通電車走っとったけど、それが津新町で折り返すようになってしまって、普通電車が南ヶ丘とか、南ヶ丘より先に来やんくなったから、急行が全部止まることになったんやな。これってさ、津市民からすると、名古屋まで行くのにさ、急行を使うやん。長距離移動で。使う、普通は。うん。急行で、いろんな駅を飛ばしていくから、急行を使って名古屋まで行っとったのに、こんなに止まりまくると。ローカル線、そう。もはや何が急行なんて感じなのかな。そうやな。だから、正直、江戸橋から伊勢中川の駅なんて全部そんな止まる必要はあるんかなってのは未だに思う。つまり利用者から考えたら絶対止める必要はないんやけど、普通電車をやめたいんやろうな。てか、通市民でさ、普通電車使うのって多分高校生とかさ、学生ぐらいやからさ。普通列車しか止まらん駅に住んどる人ぐらいしか使わんから。で、しかも、三重県民なんてさ、電車で通勤通学する人結構少ないからさ。うん、そうやな。だから普通電車の需要がそもそもないんよな、あんまり。そう。ほんと学生とか、学生っつっても高校生、大学生ぐらいのレベルやから。人口減少でさ、その電車使う人も減ってさ、で、電車使う人も、通からでもその名古屋とかに通勤、通学する人が増えて、普通電車の需要っていうのは減ったんやろうな。実際通電車減らすことで、経費の削減とかにもつながるから、近鉄としては、それがプラスになるんやったら、全然急行を増やしたところで、全然良かったんじゃないかな。そうやな。で、新たに止まるようになった、その桃園と南ヶ丘で、俺ら学生の時は、急行も、南ヶ丘通過しとったから、そう。逆に言うと南ヶ丘しか通過してなかったよな。俺らはその、正規がその、高校の最寄り駅やったから。で、俺らは久井駅が、一番近い駅、近鉄やったら久井駅やったから、乗るとしたら久井駅をめっちゃ利用しとったって感じかな。でもさ、高校でさ、その南ヶ丘中とか南ヶ丘小学校出身の奴らがおったからさ、そいつらは、その急行が止まらんことの、めちゃくちゃ文句言っとったよな。言っとった。実際、南ヶ丘の奴らからしたら不便やったとは思うで。当時は急行と普通もちゃんと運行しとったから、久井駅とかは両方止まるから本数が多かったんやけど、南ヶ丘は普通しか止まらんから本数が少なくて。あと、南ヶ丘のやつらは、例えば名古屋とか四日市から家帰るときも、一回通で降りて、わざわざ普通列車を待って帰っとったから、すごい手間やったよね。新町とかに家あるやつやったら、その急行で名古屋からでも一本で行けるけど、南ヶ丘のやつはわざわざ降りて、時間待って普通に乗り換えとったから。じゃあ、南ヶ丘のやつらからしたら、願いが叶ったというかそうやな。待望のな、急行の停車する駅に、格上げされたわけやな。
実際俺ら被災駅やったから全然不便じゃないけどさ、急行が止まるってだけで、まあ学生ながらその急行マウントがあったんじゃないかとは思うけどな。南ヶ丘に対して。その南ヶ丘ってさ、裕福な団地って言われとるやん。高級住宅。三重の中ではな。市内の。いつかは南ヶ丘みたいなな。そう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 。格言があるからな。だからさ、そういうとこでしかマウントを取れん、ただの今の思えば一方的なひがみなんやけどさ、それが今は、まあ南ヶ丘も急行止まるってなって、マウント取れんくなって、同じ急行の仲間っていうくくりになってるんやけどさ、いや俺はこれ南ヶ丘の権力者が無理やり南ヶ丘駅に急行を止めろっていう裏でなんか模索したったっていう陰謀論を唱えるで。南ヶ丘はその金持ちが多いからさ、そういうなんか権力者がおる可能性はあるわな。あるある。そういう人らが県とか近鉄に働きかけたら、意外とな、急行が止まるようになったっていう説もあながち、全く信憑性がないわけではないけどな。で、しかも南ヶ丘住宅街作ったのは近鉄って言われてるからな。そうウィキペディアに書いてあった。だから、つながりは通通かもしれん。まあでも、せっかく急行が止まるようになったのにさ、普通電車がなくなったからさ、本数はあんま変わってないよな。そう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 。でさ、俺ら結構昔から JR 使っとったからさ、JR が不便やったからさ、近鉄に対してさ、本数多いしさ、全然快適やな、羨ましいみたいな思っとったやんか。昔、学生の頃とか。そうやな、終電も遅いしな、近鉄の方が。そうそう、JR みたいに1時間に1本しかない。乗り遅れたら1時間駅で待機とかじゃなかったらさ。終電も10時ぐらいで終わるしな。そうそう。で、今回さ、南ヶ丘がさ、追加されたってことで、近鉄被災駅から津駅行くには、被災駅、南ヶ丘駅、津新町駅、津駅っていう2駅経由しやなあかんくなったんよね。南ヶ丘。だから、乗車時間も長くなるって思って、ちょっと調べたんよ。被災から津駅までの時間。それが朝のめっちゃ通勤ラッシュの時間でも8分やったよね。だから俺らが学生の頃と変わらん。全然その乗車のロスとかなくて、今でも普通に運行しとる。まあもっと早かったんやな。それまでは。6分とかで行っとったわけか。うん。で、ついでやから俺らが乗っとった JR、高茶屋駅から津駅までの時間。紀勢本線ね。紀勢本線。これは、高茶屋駅、赤城駅、津駅で1駅しか経由しやんのな。だから、何分やるなって思ったら、普通に14分やったわ。駅少ないのに遅いんよ。俺らが乗っとった時間の電車調べたら、走行距離、被災から津駅と高茶屋から津駅変わらんはずなんやけどな、全然。まあだから単線やからやろうな、JR が。そうそう。赤城で対向車線を待つっていう無駄な時間があるからな。そういうことやな。それ見てちょっとなんか悲しくなったわ。あとさ、JR 民からはこれな、実は遠回しにデメリットが発生しとって、はいはい。高茶屋から乗ると、名古屋とかまで、津より北の方に行くってなると津駅で乗り換えるわけやん。乗り換えとった。で、急行にな。で、その時に南ヶ丘の奴らも急行乗ってくるようになったから、その分席が埋まるから、津駅で、座れやん可能性が高くなったんよ。あ、確かにな。あ、そうか。しかも伊勢中川初やから、結構南ヶ丘って最初の方やん。それまでは、多分、伊勢中川津新町でしか乗ってこやんだのに、人を乗せてこやんだのに、南ヶ丘の連中も乗せてくるから。まあしかも、あれか、桃園も増えたから、実質2駅座る乗客が増えたんや。そう。デメリットやな、確かにそれは。結構さ、津から名古屋行くこと多いと思うんやけど。いや、多い多い。津市民はな。で、もう津駅で座りやんだら結構絶望なんよ。もうそっから1時間以上、タッチっぱで名古屋まで行かなあかんがあるから。そうそう。東京とかと違ってドカって降りる駅がもうなくなるからな。通で座れやんだらもう名古屋までずっと立ちよ。1時間。うん。遊びで行くぐらいやったらいいけどさ、通勤で使っとる人は結構きついよ。うん、確かに。かわいそうよ。きついな。朝から。確かにそれはデメリットやわ。めちゃくちゃ。こんだけな、伊勢中川、江戸橋間でさ、いっぱい止まるけどさ、俺はな、この中でな、江戸橋は不要じゃないかと思ったんだけど。江戸橋。桃園はもちろんいらんと思うけど。まあ、従来9駅であるとしたら、もう俺もいらんとなると江戸橋。まあでも江戸橋は、もう三重大があるからな。まあ、三重大と三重大病院やんな。病院もあるから、そこが利用客が強いんじゃない？まあ、それはまあそうなんやけどさ、ほぼ、津駅ともうめっちゃ近いからな。津駅から行けよって思ってるの。津駅から行けるからな、全然。楽すんなよ、お前らと思うな。全然津駅から行けるからな。逆に南ヶ丘は、なんか免許センターがあるからさ、で、免許センターって、確かに。まあ唯一だからな。
県でほぼ、まあ、尾鷲とかにもな、甲子園行けるとこはあるっぽいけど。でも北の方から来るやつは南ヶ丘の方が絶対取りやすいし。確かにそういう意味では、まあ南ヶ丘は急行が止まるメリットあるわな。そうやな。まああと、イオンがあるぐらいか。弱いな。まあだから多分、その普通列車をなくすのと一緒に、特急の利用者を増やしたいんじゃない？近鉄は。確かにな。普通から名古屋まで行くんやったら、特急乗った方がやっぱ早いから、早いし、席座れるっていう。そっち乗ってくれよっていうことじゃない？金かけて。まあ確かにそういう。特急増えとるしな。そんな特急力入れとるやん、近鉄って。火の鳥とか、島風とかさ。まあ確かにそういう近鉄の戦略かもしれんな。実際そうやろうな。近鉄も近年、はな、右肩上がりで調子良さそうやから、まあ成功っちゃ成功か。特急つながりで言うと、まあ、今回の件とはあんま関係ないんやけど、名古屋方面、名古屋まで行くときにさ、特急料金がさ、普通から乗るのと、鈴鹿市の白子から乗るのと値段一緒なんよな。結構離れとんのに。はいはいはい。白子の人はかわいそうやんな。なんか。確かにな、同じ料金。自分らの方が短いのに特急料金変わらんっていう。かわいそうやなと思ってたわ。確かにな、なんでなんやろな、あれ。今回の件に関連して言うと、通市内はさ、こんだけ大量、てかもう全部止まるんか。全部止まるんやけど。全部止まる、全部止まる。鈴鹿とかはさ、伊勢若松と白子しか止まらんもんな。あ、そう、逆に全然カスカスやんな。すっ飛ばしてくもんな。そうそうそう。普通だけひいきにされとるな。そう考えると。しかも鈴鹿なんてさ、白子よりさ、なんか平田町とかさ、そっちの方が賑わっとるっていうか人口も多いのに。な、確かに。そっちは線路が通ってないから、あれは線路が通ってないっていうか、まあその鈴鹿線っていう、またローカルな路線が走っとんだけど。また別の名古屋線ではないか。でも、とりあえず、まあ新たに駅が開業するっていうことは多分ないと思うから。まあな。今ある駅で、まあ通市民からすれば便利になったっていうのがやっぱ大半の意見やと思うから。全然関係ないけど、高茶屋に住んどる人からするとさ、まあ JR は高茶屋駅で、近鉄は久井駅なんやけどさ、結構離れとるからさ、その JR と近鉄がさ、この間を結ぶ路線欲しいなってずっと思っとったわ。あ、欲しいな。確かに。これ需要あんのになって。俺ら学生の頃 JR 高茶駅乗り遅れたら自転車で久井駅まで行っとるやつおったからな。ああ、そうやな。めっちゃダッシュして。朝から汗だくになりながら。JR はな、乗り過ごしたら1時間待たなあかんくなるからな。もう確実に遅刻や。だったらまあ、チャリで15分20分かけてでも、久井行った方が、久井行って近鉄乗った方が、津駅まで早く着けるのよ。よくやっとったよ、学生の頃は。そんな体力。よくあったよ、みんな。一番得したのは桃園やろ。いや、桃園やな。利用者500人や。1日。急行で1本で津駅行けるようになって。まあ、そんな感じで、今日は近鉄急行は津市内で止まりすぎという話をしてみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと、個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。